9月27日、私は今、韓国のソウルに来ています。今日日中から夕方にかけて、ここソウルでは気候制御を求める大規模なアクションが行われるということで、そのアクションの様子と、日本から参加しに来たアクティビストの思いを皆さんにお届けしたいと思います。今回同行させてもらったのは、市民運動にまだ馴染みの薄い日本社会の中で、アクティビストはあなたの周りにいるよというメッセージを持ち集まった日本の気候アクティビスト5人のグループ、アクティビストネクストドアです。5人とともにアクションが行われる光化門前に向かいました。今、アクションが行われる会場に来ています。たくさんのブースが出されています。今回参加したのは927気候正義行進というアクション。参加団体は600以上、参加者数はおよそ3万人に上りました。현재原発脱石炭公共再生エネルギーの拡大。Thank you. LPG されちゃったんだけど、そこで取れた貝殻15分間。あとこれみんなでかけて一緒についた。みんなでかけて写真撮ろう。いいねいいね、日本語も一緒。会場に設けられたブースでは、パレスチナへの連帯や LGBTQ、動物の権利、医療など、多様な視点から気候危機に声を上げる展示や参加型のゲームなどが並んでいました。メイン集会の前にはオープンマイクが開かれ、21の団体がスピーチを行いました。안녕하세요. 저희는 우리가 사랑하는 야구를 기후 생태 위기로부터 지키기 위해 야구가 기후 악당이 되는 것을 막으려 노력하는 야구팬 모임 크보플입니다. 인천은 자금량을 넘어선 전기를 생산해 절반을 서울, 경기 지역으로 보내고 있습니다. 그러나 오염과 환경 피해는 모두 인천이 감당하고 있습니다. 5학년 3반 진실의 반 아이들과 함께 생활하고 있는 교사 세계라고 합니다. 반갑습니다. 교실 밖으로 우리의 목소리를 전달하기 위해 발언대에 서게 되었습니다. 아이들과 기후위기 수업을 하면서 문득문득 지구별에 온 지 10년 정도 된 아이들이 기후위기 상황에 얼마만큼의 책임이 있을까 하는 생각을 합니다. 정의롭지 않은 세상에서 아이들에게 올바름을 가르치는 일은 그야말로 고통입니다. 세상이 정의롭게 돌아가는 일이 그 자체로 더 큰 교육일 것입니다. アクティビストネクストドアもその一つとして登壇しました。안녕하세요. 일본의 오사카에서 왔습니다. 아코입니다. 기후위기는 식민지주의적인 구조에서 생겨난 점을 여러분들도 인식하고 있을 거라고 생각합니다. 저는 초등학생 때부터 지구온난화에 대한 위기감을 가지고 있었지만 일본의 가해 역사를 알게 된 것은 최근 몇 년의 일입니다. 스스로를 너무 부끄럽게 생각합니다. 일본의 그리고 세계의 권력자들은 아시아의 젊은 사람들이 손을 잡는 것을 매우 두려워하고 있다고 느낍니다. 저는 이 권력자들이 만든 벽을 무너뜨리고 싶습니다. 저는 K-팝을 사랑하듯이 여러분 중에도 일본 애니메이션을 좋아하는 사람들도 있을지도 모릅니다. 팝컬처를 통한 문화 교류는 더 이상 돌이킬 수 없을 정도로 우리를 가까운 존재로 만들었습니다. 하지만 가해 역사를 계속 반성하지 않은 채 식민지주의에서 탈출을 하지 않은 관계성은 취약하고 쉽게 넘어져 버릴 겁니다. 우리는 기후정의라는 큰 과제를 함께 해결하는 지구 시민으로서 또 강력하게 연대하고 싶습니다. 이를 위해 일본 정부에는 과거
과거에서 현재까지 계속된 부정일을 반성하도록 계속해서 촉구할 겁니다. 감사합니다. 감사합니다. 今回で2回目の 이번에 두 번째 기부정의 행진에 참여하고 있는 아야코 님. Fridays for Future 프라이데이즈 포 퓨처 도쿄 기부 소송 원자력 자료 정보실에서 기부정의 실현을 위해 활동하고 있습니다. 私は生涯にわたり 저는 한평생 기부 위기에 영향을 받을 한 사람의 당사자이며 日本 가해를 일으킨 일본에 살고 있는 사람으로서 여러분과 연대를 강화하고 これまでたくさんの 현재까지 발생된 수많은 산조를 함께 받아들이기 위해 여기에 있습니다. 植民地主義は 현재까지 계속되는 식민지주의는 자연과 사람을 학살함으로써 대기를 적이고 교육을 적이며 빠르고 강하고 슬픈 세상을 만드는 것을 가능하게 해버렸습니다. さまざまな暴力に 다양한 폭력에 시달린 분들, 例えば 예로 일본의 학대당한 할머니들, イランのおばあちゃん 미량의 할머니들, 被害者 핵 피해자, ガザ 팔레스타인 가자의 사람들, 후쿠시마 핵사고의 피해자들의 산조를 어떻게 받아들일 수 있을지 생각하고 있습니다. 記者であることも 후쿠시마 핵사고의 한 피해자가 말했습니다. 우리는 저를만 하는 것조차 빼앗겼다. 이 말이 인사에 남아 있습니다. これ以上 그들을 더 이상 저를만 시키지 않고 더 이상 부정의를 낳지 않기 위해 많은 사람들의 치유되지 못한 산초와 함께 행동해 나가고 싶습니다. 감사합니다. この後も歌やダンスを交えた市民のアピールが続きます。 이 시간 속에 존재하는 것 나침내도 어떤 유혹의 손길에도 흔들림 없는 日本ではここの道路にさ座るってさありえないっていうか通行止めにしてるっていうなんか当たり前のように座っちゃってたけど続いてメイン集会での共同執行委員長による開会挨拶です。 9.27 기후정의 행진에 함께하신 모든 분들 정말 반갑습니다. 올해로 5번째 행진입니다. 이 장소가 익숙한 분들이 많으실 텐데요. 저 또한 그렇습니다. 겨울부터 봄까지 응원봉과 깃발을 들고 내란에 맞서 민주주의를 지켜낸 바로 그 광장입니다. 민주주의 광장은 9월 기후정의 광장과 이어져 있습니다. 기후재난이 야기하는 생존의 위협과 불평등의 심화를 방치한다면 모든 생명의 존엄성이 보장되는 민주공화국, 그 실현은 불가능하기 때문입니다. 탄핵 이후 새로운 정부가 들어섰습니다. 하지만 수많은 위기는 여전합니다. AI, 반도체, 방위산업 등 성장을 앞세우며 기후정의 실현은 기전입니다. 핵발전 활용, 신공항 건설, 각종 개발 사업은 멈추지 않고 있습니다. 세계 곳곳에서 전쟁과 학살이 이어지고 혐오의 극우 정치는 번져갑니다. 기후위기와 민주주의 위기 속에서 삶을 지키기 위해 고군분투하며 투쟁하는 모든 현장이 바로 우리의 광장입니다. 감사합니다. 네, 힘찬 そしていよいよ約1時間にわたる行進が始まります。 높여 높여 한중 목표 높여 타파 타파 불평등 타파 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 불평등 타파 늘려 늘려 공공성 늘려 공공성 늘려 끊어 끊어 적지산업 끊어 지켜 지켜 생명 존엄 지켜
축하네 비우전으로 광장을 너를 향한 내 눈빛은 특별한 기적을 기다리지만 눈앞에선 우리의 거친 길은 알수 없는 바로 차연수나 네가 얼굴 뒤에서 할 거예요. 네가 얼굴 뒤에서 할 거예요. 거기가 바로 차 시작입니다. 변치 않은 사랑으로 지켜봐 상처일 뿐 내 마음까지 시선 속에서 말은 필요 없어 멈춰서 버리는 시간 이 세상 속에서 반복되는 슬픔이 제일 안녕 수많은 알 수 없는 길 속에 미미한 빛을 난 쫓아가 언제까지라도 함께하는 거야 다시 만난 나의 세계アクションの後、数時間にわたってそれぞれの感想や疑問を共有しました。ここからはその様子を1時間に編集した映像をお届けします。さっきも話したけどデモ自体の規模の大きさにちょっと私は初めて韓国のデモに参加したから余計そう思ったのかもしれないけど、まあ、モニターがあったりとか、しかもモニターが1個だけかと思ったらメイン会場だけじゃなくて3カ所ぐらいかな、にモニターがあってなんかの可動式の、モニターがあってでかつ更新する時も3車線ぐらいとかを潰してそこをみんなで歩くみたいな感じで、景色はちょっと日本じゃなかなか見れないし、あそこにあんだけの人たちがぎゅうぎゅうになるぐらいいっぱい並んで歩いてたのはちょっと衝撃的な感じ。ムービートークっていうか字幕もさ、ずっと出ててさ、手話の人も絶対映るようになっててさ、なんかその参加人数自体の規模もだし場所もだけど、そのなんか準備の、確かにその人の多さ、スタッフ側の人の多さもめっちゃ感じた。それでいうとさ、手話通訳の人の手話もなんかそれが韓国では普通か分からんけど、めっちゃすごいと思って。なんか韓国語全然分からんけど、それでそういうこと言ってんかなとかも思ったし、歌めっちゃあったよ、それの表現がめっちゃいい、めっちゃいいと思った。でなんか手話してた人もさ、なんかタトゥーとか入ってたじゃん。見てなかった。なんかタトゥーが入ってる人が手話してたのよ。なんかそれも素敵だなって思った。別になんか何が素敵だったかみたいな言語化できないんだけど、なんかそういう人たちがさ、福祉の現場にいないじゃん。なんか手話ってまあ福祉の中に福祉だけで語れるものではないけど、なんかまあそういうまあ、ケアの仕事というかさ、そういう分野にタトゥーとかがもう全くなんか見られないじゃん、日本だと。みたいな、ただそういう人も一緒になって、まあ、さらに手話通訳でサポートしてくれてることとかもなんか新鮮味があった、ね。歌の前不安そうな顔してんのにめっちゃ分かる。人間見合ってその歌が始まる前めっちゃ確認して、ラップの時ちょっと困ったし、それはそれでなんかすごい親しみ合って、なんか外部から呼んでるスーツでみたいなイメージが強いから、ラフな格好だったしね、なんかシャブラで着てるみたいな感じで、あの画面にさ外部の人映ってんのとさ、あの雰囲気でやってくれる人映ってるのじゃ全然違うよね。それもパフォーマンス一体だったよね。なんかただのなんか別枠の手話で、そうすごい良かったよ。
一個さすごいなって思ったのはその上り多分団体名とか書いてあるんだろうけど、あんなにあってもなんかかっこいいのなんでなんだろうって思ったの。なんかこのさ上りなんか上り禁止のデモもあったりする、なんか東京だと、なんか私が見たことあるので、その団体名が書いてあるやつは持ってこないでくださいみたいなデモもあるぐらい、やっぱなんか上り見るとちょっとなんだろうな、なんかそう私こういう団体がしてるんだみたいなのでなんか判断しちゃう感じあるけど、なんか連帯してる感じに見えた。なんかそれは読めないからかもしれないけど、でもさ中にさその今日もあったけどそのフライドポテト連盟とかさ、なんかその今回のデモでは見えなかったんだけど、この間はなんか箸が上手に使えない連盟とか、可愛いんだけどゲーマー連盟とか、それはね気候変動のデモにいるの。だからそう今回のデモにはそういう人たちはちょっと見えなかった。そのポテト連盟だけだった。ビーガンのポテト連盟とかだけだったけど、にもそういう形で出てるそう結局なんかそのみんながどういう表現者でもいいっていうかさ、別にどこの団体に所属しなくても、まあ、出れる雰囲気が多分そのユン・ソニョルの弾劾デモからなんか新しくそういうなんとか連盟っていうのができていったみたいな。そうなんや。だから今までは多分団体を通してでしか運動ってあんまり参加されなかったんじゃないかなと思うけど、それもさ多分なんかそういうのを言い出した人がいたからさ、それがそれができ始めて、使えるってよくない、やろうぜってなるってことやろ。だから多分一人なんだと思うよ。その旗勝手に面白いから作っただけ。そういうことか。でもなんかニュアンスがさ自分の団体の PR とかじゃなくて連帯って感じするね。それだとこういう人たちもいるよみたいな。いいよね。なんか旗作るのもさお金かかるじゃん。そのにさなんかふざけたことしたい。ねいいよ。旗のスタイルが良かったよ。なんか日本のだとなんかやっぱピラピラするのがいい。なんかちょっと風とかでねなんか見えなくなっちゃう時とかまで大変そうだったけど、でもなんかどれぐらいの重さなのかわかんないけど、なんか長くてでも日本だったらさあんなにさなんか道路とかでやるときってさ、旗の大きさとかさ高さとかさ警察に言わないといけないじゃん。そうなんだ。そういうことか。高さの規制とかある。絶対無理じゃん。あれもあるしね。電線もあるしね。電線もあるしね。そっか。そういうとこで戦うのね。そうなのよ。なるほど。基本的に同じ形やったんだよ。絶対の形なのかな。ね、それがデフォルトなの。それがそれこそなんならそれを決まりなのか。ありえるかも。どうなんだろうね。日本で見ないからかっこよく見えて。確かにそれはあるかもね。あと言葉？もうほぼ韓国語だった。それはもうプラカードとか書いてくるプラカードとかも多分英語のって私数えるほどしか見なかった。本当に10も見なかったなって思うから。日本ってどうなの？結構それちょっと見ながら思った。なんか日本語だとやっぱなんかね自分のなんか強くなっちゃってるの。なんか基本だから英語でコールとかもそう自分はそう思うけど、そのデモの中でやっぱり英語が多い。アルファベットが多い。それ去年めっちゃ思った。全く読めないって。コールもわかんないし、今回はフリーパイスタイムもちょっとあったからそこは確かに大きめに言う。一回わかんない。旗もプラカードも自分たちで書いてくるプラカードのほぼ韓国語だったっていうの結構一番衝撃的だったことの一つかも。初めて参加した時。なんかみんなが多分表現しようって思う時に自然と積極的に使いたくなる言葉が自分の国の言葉なんじゃないかなって。なるほどね。それを自分たちが守ってきたものが確かに私なんか結構多分紡ぐ言葉の量が違うのかなと思うんですよ。なんかそういう社会問題に関するなんか共通認識があるとやっぱり使いづらい。なんか日本でさなんか
何か書こうとしてもさ、なんかこの言葉気候正義とかそもそも伝わらないから、気候正義をもっと分かりやすく言うとなんだろうとかなってくると、なんか結局なんかすごい抽象度の高いメッセージがなんかちょっと角の出す環境のことでしょ、温暖化のことでしょみたいな。そう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 。うん、そうだけどみたいな、なんかそういうののレパートリーが韓国多いのかなって勝手に。なんか日本語でワーワー言うと煙たがられるかなって思う、自分は。みんなはどうかわかんないけど、ここで運動してて日本語でバーっていうよりも日本でね、そう日本でね、だから英語使うみたいな。でもその感性って何なんだろうと思う、なんでそうなったのかよくわかんない、自分でも。すごいなんか内包しすぎてて、言葉がさ、日本語でやってきたらなんとかなんとかやめろとかさ、なんかそういう結構強い言葉で使うことが多い気がする。で今回のこれで日本語ねしてくれたから、日本語訳してくれたのを見ると、なんかまあほどほどにしろ、ほどほどにとかいう言葉が使われたりとかしてて、だからなんだろう、でもなんだろうね、なんかかっこよくはならない、かっこよくというか、なんかあんまりこう響かないのかね、なんか日本語。だから霊障主義なんだろうね、なんかもう社会の基盤が。だからじゃないの。でうちらもそれになんかなんていうの、内面化しちゃって。霊障主義の社会を基盤っていうのを内面化して、まあ別にだからなんだよっていうよりかは、まあそれに準じてというか、そこでまあ異質感が出ないように英語を使って、まあちょっと進歩系ですよみたいな感じで、まあ、英語を使ってるからわかんないけどね。それだと今客観的にというか話聞いてたんだけど、なんかそれ英語を話せる人がまあ学んでる人はすごい日本の中で多いと思うけど、話せるとかってなると少ない中で、やっぱそれでやってんのってやっぱそれじゃなくてもやっても伝わらないというか、なんか周りにいる人たちは何やってるかわかんないんだろうなっていうのをすごいそう聞いてたよね。今日もだし、あと昨日も夜に行ったの、なんか集会みたいなのに、さ、その時もなんかめっちゃ踊ったりしてるの、でさ、結構初め見た時なんか自分の中の第一印象としては結構なんか共感性周知じゃないけど、なんかちょっと恥ずかしいかもみたいな、その見てるだけで、でなんかチラシとか配ってる人も昨日いて、で見てる感じそんな日本と変わらないというか、なんか全然取られてないし、まあ取られてもなんかパッと見てすぐしまったりとかいうレベルだったから、なんかこの中でやってもきつそうだなとか思ってたけど、なんか本当5分とか見てるとなんかもう完全自分たちがホームだと思い込んでやってる感みたいな、なんかで今日なんか特に人数もめっちゃ多くて、だからなんかそこのなんて言ったの、その霊障主義じゃない感じとかもなんかつながるのかなとか思いつつ、なんか絶対的になんかチーム感というか、なんか個々で活動してない感じがめっちゃあって、なんかそこも結構日本と違うのかなと思ったりして、数がねすごいよね。数の問題なのかな、それともなんかそういうマインドの問題なのか、それともなんかベースがあってのことなのかとかはちょっとわかんないまあなんかもうけど、なんて言うんだろう、そのなんかこれも自分はさ、韓国のそのシーウィは今回は3回目なの、で2回目に参加した時が、8月15日のその光復節、韓国の、まあ、8月15日って言ったらうちらは終戦記念日だけど、韓国は光復節、まあ日本の植民地から解放された日の、まあ、デモに参加した時はなんかその警察とのやり合いがあったのよ。でうちらが参加した去年の気候正義運動も警察とちょっと揉めてるわけではないけど、怒るみたいなのがあったのよ。でそういう時にやっぱ数がものを言うのよ。警察がわーって言っても
うちらもすごい数がいるから、なんか怖くないの。なんか日本だったらさ、私大阪のヨドバシ前でさデモやった時に、なんかヨドバシの警備員にさえも結構ビビってたんだけど、なんかそれは数が少ないからなの多分。なんかなんて言うんだろう、マインドだけじゃないじゃんやっぱ。自分たちがどれだけこう連帯できてるかとかさ、そのサポートしてくれる人がどれだけいるかとかさ、そういうことでもなんか糧になるじゃん。で韓国の人たちはなんか数が多いからそれだけで安心できるのよ。なんか私たちと連帯してる人たちがどれくらいいるかみたいな。でそれこそさ、その団体の人たちがさ動いてくれてるからさ、なんかまあ一つ団体とちょっとつながりができればさ、そこの団体の人たちがみんな守ってくれる感じとかさ、日本だと個人アクティビストが多いじゃん。なんか個々で集まってきて、まあ若干その人が何考えてるのかわかんない中で結構手探りの中でコミュニケーション作っていく、まあそれめちゃいいことなんだけど、ただなんかそういうことの難しさがあるっていうか、なんていうの、基盤のなさがそこだと思うの。一人じゃないネットがめっちゃ多いよね。その自分はそもそも団体の中の一人だから、絶対一人じゃないし、団体も一個じゃないから、絶対何個もあるし、で分かってるから、行くのも怖くないし、行って何かやるのも怖くないし、それはありそう。しかもその行く機会もその毎週やってんだったら、確かに、まあね、このテーマっていうかには行かないけどこれには行こうみたいなのがあったとしても、もうなんか顔見知りじゃないけど、あのデモにもいた人だなみたいなのが、こう日本以上に絶対あるよ。確かに。出役も参加者も通りすがる人たちが全員若者っていうか、なんか自分の中の認識でいう若者、なんか日本でやるとさ、やっぱり80、70、80、90はいないかな70、80代の元気な層がさ、やっぱり手厚いじゃん。でなんか何するにしてもやっぱりなんか節々に感じちゃうというか、なんか司会のやり方とかもそうだし、なんか発表物のクオリティとかもそうだし、なんかすごい求められることも多いけど、なんかその割にやっぱりなんか同じような人たちが集まっちゃうみたいなところのジレンマはすごいあるけど、なんかそれが韓国はない気が、今回のデモはない気がして、なんかすごいなんか自分たちでなんか楽しさ、なんか、まあ、世代でくれないかもしれないけど、なんか自分が感じる楽しさをなんか前でやってくれてるって感覚はすごいあって、なんかそこのやっぱりギャップがなんかどうなくなっていってるのかもわかんないし、なんかデモの共同代表もさ紹介してくださったじゃん。なんかその人たちも結構若くて、すごい親近感あったし、笑顔素敵だったしみたいな、なんかそこ大事。その感じもなんかめちゃくちゃ新鮮だなと思ってるんですけど、なんかそういうところもなんかセーフティーな要素としてあるのかなと思ったりも。ブースが楽しかったよね、シンプルに。本当にね。なんかただの展示物とかじゃなくて、ドルル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 
みたいな感じがする。しかもルーレットの上にさ、もうさじ加減なんですよ。あなんか OK の上が OK 出てくる可能性あるけど、確かに。あれが成り立つってやっぱ平和なベースがちゃんと共有されてるから。びっくりした。やり方次第じゃんみたいな。罰出たよ。もらえないんだ。でもあれはさ、多分私たちは初めて行ったからすごい新鮮に思えたけど、韓国で何かやるってなったら、あのなんてもしかしたらあの形で毎回やってるか思うと、だってあんなあれをあの感じというかを一回の、ね、時のために、作るぐらいのことをするのかもわかんないけど、なんかね、どんな感じ、他の時、他にこの気候変動関連じゃない、デモとかイベントのために出店とかね、なんかした時とかはどんな感じのことをやってんだろうなとか、なんかいろいろ方法があるんだろうなとかは思ってたよね。ブース出店してくださいって言われた時さ、自分の中のレパートリーってそんなないじゃん。ほんとチラシ印刷して配るとかさ、なんかみんなうんって言ってるかもしれない。
声かける何かきっかけは持つけど、なんかその楽しませようみたいな余裕もないじゃん。確かになんかそれがさ、なんかどうオーガナイズされてるのかもすごい気になって、なんか自発的にやっぱり主体性が出てくるようなオーガナイズがされてるわけじゃん。なんかまあ元からベースがあるのかもしれないけど、なんかそこがすごい気になる。なんか楽しませようみたいなノリなのか、それともなんかブース出店お願いしますって言っただけでクオリティがそれぞれのなんか団体から出てくるのかみたいなところがなんかどうなってんだろう。日本じゃ考えられないあんまり。だし、なんか小さい団体とかはそれこそ目立たなそう。なんていうの、そのブースとかも出すまでにそれなりの知名度が必要だったりするのかなと、全然自分の想像だけどうやっどて決まってるのかね、それこそお金がないとできないし確かさ。にでもさ、それさ結構見逃されてんじゃない？そうなんだよね。さっきのさ団体ごとにさ参加するみたいなのもさ、確かに結局団体に所属できない人は参加できないみたいな雰囲気になるってことじゃん。逆を言えば、そこのところもどうなってるのか。まあデモは参加できるだろうけど、なんかそれ以外のところでさ、なんか日本ほどなんかそういう場に、そういうコミュニケーションの場に参加するハードルは結構高かったりとか、あとなんかある程度組織化されてるから、組織ができないと参入できないみたいなところとかもあったりするのかな。確かに気になるね。気になるのよ。なんか手放しにかっこいいじゃん、うちらからしてみたらさ。だけどなんか多分その中でも取りこぼされてる人たちはいるし、みたいなところをちゃんと見たい。よね。見てから語りたいよね。そうなんだよ。金どっから出てんの？本当だよね。なんか信じらんない、規模。クレーンが出てるのだってさ、あんななんかさ、あれじゃない？興行収益とかさ、計算できるレベルなんじゃないか。あれあんだけいろんなところに委託してさ、だってあんだけ参加者も移動するわけでしょ。実際交通費もさ、かかるからさ、計算したらある程度の金額でそうだけどね。でも集会中にさ QR コードが出てさ、ここからカンパしてくださいって。あったんだ。カンパってなんかあれされてるみたい。ほとんど運営されてるんだって。って感じだよね。確かにすごいすごい。でやっぱそれだけ支持する人が、まあ、すっごいお金持ちがめっちゃ出してる説もあるけど、ね、集まるってことそう、人数もすごいじゃん。だってあれだけでもさ、1人100円ぐらいさ、やったらさね。確かにね。1億ぐらい。だってあれ2万人ぐらいの規模感じゃん。そっか。悔しい。すごいよね。またあれだよね、インスタアカウントフォローしてたらインスタに DM 来て、そう参加しませんかみたいな、なんかこの支援しませんかみたいなね、DM が来て。SNS そういうとこからみんな結構するものなのかな。でもカンパ文化だよね。そうそう、いけないけどカンパだけするとかさ。そういうのやるのってさ、今日のでも最初のメイン集会が始まる一番最初になんか挨拶の後かな、黙祷を捧げるみたいな時間があった時に、それ何だったかってなんか全部分かってないけど、なんかあれでしょ、植民地主義から韓国独立するために動いて犠牲になった人たちへのっていう黙祷から始まったみたいな感じだったから、なんか多分もうなんか土壌がというか、なんかなんていうの、ベースが違うなっていう、なんか自負があるし、ね、なんかね、でもそれがまあ日本っていうね、自分たちが今生活してる国でのことっていうのは、なんかなんとも言えないけど、なんかその市民のこういう積み重ねがあって、で結果としてこうなったっていうその話の作りがさ、なんかなんていうんだろう、あんまり自分は触れてこなかった感じというか、なんか日本で市民運動をやってても、なんかそこの部分ってもうないものにされちゃうじゃん、成果がなければ。
で成果があったとしてもさ、なんかすごい律儀というか、なんかいい意味でも悪い意味でもなんかなんて言ったらいいんだろう。でもやってたからそこに成果が出たって言わないじゃん、自分たちは。なんかその感覚というか、なんかそのなんか市民パワーをどう評価してどう物語を作っていくかみたいなところの能力というか、なんか力がなんかすごい韓国の人たちにはあるし、なんかそれをなんか共通の認識として持ってることの強みみたいなのがすごく感じたのかなと思ってて、でもなんかそこがなんかそういう言い方しちゃうと、なんかその独立したのが韓国のパワーじゃなかったみたいなニュアンスになりかねないなと思って、ちょっとどうしようかなと思ったけど、なんかそこをもっとなんかなんて言ったもっとなんか自分たちの認識で語っていくべき、なんか自分たちはこれをやったからこの成果が得られたんだっていうのを、もっと自分たちでなんか継承していってもいいのかなと思って、あんまりそういう文脈の話を日本で聞かないというか、なんかずっとトップダウン的に自分らの社会とか生活が成り立ってるって思っちゃってるけど、でも実はずっと運動頑張ってくれた人たちがいるし、なんかそういうことが分かんないんだよね。なんか分かりづらいようになんか仕組まれてるっていうかじゃん。わかる。そういうのをさ、なんかでも知っとかないと運動できないっていうのは違うじゃん、絶対に。だからなんかそこがさ、なんか自然と耳に入ってきてさ、なんか運動を通してなんか気づいたらこういい感じに仕上がってましたみたいなのが結構ベストじゃん、多分。なんかそういうのをさ、まとめてる人にでもなんかいそう、ね、今と取ってきた、例えばこれがなければ今私たちの生活は来なくなったとか、なんかサイトとかあった気するよね。てかなんか誰かね、なんかやっぱりそれは自分からキャッチしないと、そうサイトとかそれがなんか多分コミュニティの中でうまい具合にシェアされてるみたいな状態がベストだし、なんならなんかもう市民の共通認識みたいになってるのが多分ベストなんだよね。さっきからずっと喋らずにさ、なんかひたすらこう聞いたことを考えてたんだけど、だからね、毎回喋るときちょっと戻っちゃうんだけど。全然そういうのはありがたい。ありがとう。なんかさっきさ、時間軸の話が出てたじゃん。で、なんか自分が今やってる運動とかってなんかもっと未来から見たらどういう感じなんだろうって。やだー。なんで急になんか自分に矢印向いた感じする。やだー。怖いよ。いや、そう、なんかどういうふうに叱られてるんだろうとか、なんか別にその確かにその団体の今の形でそのまま継承されるってわけじゃなくても、何らかの形でなんか継承されてるのかなとかって考えるんだけど、なんかまあ、あんまり継承されるっていう感覚がなくて、で、なんでだろうって考えた時に、私が自分が今やってる運動っていう時に指すのは、主に今までやってきた気候変動のフライデーズ・フォー・フューチャーとかの運動なんだけど、なんかそれを考えた時に、さっき韓国語ばっかりだったよねっていう話があったよ。なんかそれとつながるのかなってちょっと考えてて、なんか自分があんまり自分の言葉で表現しきれなかったりとか、なんか日本語でもいいんだけど英語になっちゃうとかって、なんだろう、そもそも表現したいことがなんかフライデー・ソー・フューチャーは特に外国から入ってきた運動であるっていうのもあるんだけど、なんか結構その気候変動のことを考える上で、あるいは気候正義のことを考える上で、なんか国外の文脈、世界に結構多く溢れているその文脈に頼っちゃっているような気がしていて、じゃあ国内ので気候正義について考えるってなったら何についてどう表現するんだろうっていうのが最近自分の中であんまり分かんないかもなって思って、
でもし国内のことで考えるなら、じゃあ国内の労働者についてどういう問題があるかとかっていうところを掘り下げていけば、もしかしたら自分の言葉で表現できるようになるのかなとか、日本語でとか思うんだよね。でなんか今日のスピーチとか見ててもすごい思ったけど、なんか韓国語あんまりほぼわかんないけど、みんなさなんか叫んでる感じだったじゃん。なんかあんな大きい声みんな出せるもんなのかなって思ったんだけど。いや確かに。だからすごいなんかすごいありきたりな表現だけど思いがこもってるような、みんなスピーチをしてて、なんだろう、自分が気候正義ってこういうことだとか、そういうのを自分のその使ってきたその文化の言葉でなんか強く表現できたら、なんかそれって継承されていきやすいのかなみたいな。なんかちょっと最後のつなぎは練り上げかもしれないけど、なんかそういうことを思ったりしている最近。さキリさ、その何年か前もさみんな活動してたからさ、その時のさ自分とさ、今をさ未来にしてさ、見れるっちゃ見れるよね、ギリ。そうだね。なんかあんまその視点で見たことなかったけど、そう思うとなんか続いてはいるから、なんかそんな悲観的に思わなくてもいい気はする。確かに。でも今聞いてて結構逆なことずっと思ってて、なんかマジ悲観的なことばっかり考えた。なんか自分が今まで活動してきた運動でなんかじゃあ何が引き継がれてるかって言われたら結構何が引き継がれてんだろうってなっちゃって、なんかもちろんそのなんか今もフライデーズで自分が入ってた団体は枠としては残ってるの。でももうなんか今自分は全然全く知らない人たちが多いし、なんかアクションのスタイルはスタンディングで変わらず続いてるけど、でもなんかそこに対するなんかニュアンスとかがどれほど伝わってるかとかもあんまりもう自信がないというか、それはやっぱりなんか結構少数制でやってるし、なんかしかもそこまでなんていうのかな、なんかタスクもすごく偏ってるからなんかそこまで共有しなくても何人かでできちゃうみたいなのが多かったり、あとはなんか一部の人にやっぱり偏っちゃうとなんかその重要なそのストーリー共有したりとか、なんか物語作っていったりとか、それを自分の前の世代のことまで伝えられてるかって言ったら絶対そんなことまでできてなかった、ってなるとなんか何が残ってんだろうってなっちゃうけど、でもまあそれもものの見方というか、逆に残ってるものを探せば多分いくつかはあるし、なんかスタンディングという形が残ってるだけでまあ意義はあるっていう見方もできるけど、なんかそれでちょっとドキッとしちゃった今聞いて。ちなみに私天心から聞いたスピーチの内容ですごいいいなって思ったこと、他のスピーチで、ほぼパクリだけど嬉しい、言ったことある。そう素敵。すごい大事な話だからな。なんか韓国のその運動体をまあ1個しか見てないけど、今日見ただけだとなんかもっとなんか良くも悪くもなんかもっとなんていうんだろう、もっと共有されてんじゃないかなと思ったり、なんか物理的に継承されてる、なんかなんとなく目に見えないけれどニュアンスでとかじゃなくて、それは結構規模が大きいからそうなのか、なんかポジションがあって、なんかちゃんと役割がここで決まってて、それがちゃんと組織化されてるから、そのポジションにつくにはやっぱりある程度の知識共有してないとそのポジションにつけなくなってたりとか、なんか逆にその人が抜けても誰かが補完できるような形になってて、なんかその全体の雰囲気で何かが継承されてたりとか、
とは人数が多い分意思決定する場も多いだろうから、そういうところで意見交換が行われる中でそういうものが作られていくのかなんかよくわかんないけど、なんかそこが圧倒的になんか足りてないのかなと思ったり、でもなんかそれが自分は市民運動でもローカルだし、その若者だし、規模もちっちゃいしで結構日本の中でもそんなになんか全てを知ってるわけじゃないから、なんか他の団体とかもどうなってんだろうとか気になるけど。なんか自分は結構そこの文脈で韓国の運動体についてちょっと疑問を持ってるの。なんかそのまあちょっとさっきの話に戻るんだけど、自分は日本のそういう個人体が集まった運動の方が好きなの。なんか正直日本のその団体みたいなのになんかあんまり自分は入りたくないなって思うの。っていうのもその結局団体その長年続いていれば続いてるほどその問題を解決するっていうよりかは団体をいかにこう保持していくかというか、そのいかに継承していくかっていうところばっかりこうなんか焦点が当てられてしまうというか、それは何でもそうだよね。そうなんだよ。企業でもそうだし、だからなんか、まあ、それこそさ今回のデモでもなんかその大きいそのアート作品をなんか手を動かす人とかさ、頭を動かす人っていうなんか役割分担があったじゃん。わかる。でもわかんないよ、その中でも手を動かすのはこの子がうまいとかさ、もしあったとして、でその手を動かすその子がさ、その人の生活が尊重されてるのかなとかそういうことも思うのよ。なるほど。その人のさライフステージが変わってしまってさ、例えばその運動に参加できないような状況になった時に、なんか手を動かす担当だったその子がいなかった時に、なんかそのアート作品を継承することにみんなが注目してしまったら悲しいじゃん。確かに、なんていうのかな、そうだよね。その団体だからこその葛藤があると思うの。その、誰かがいなくなったらそこの部分をどうするのかっていう話し合いとかがさ、なんか結局だからすごい組織化されてしまうとそういう時間が取られるというか、なんていうんだろう、それが心地よくできるコミュニティだったらいいんだけど、それがまたさらに継承していくってなった時にその新しく来た人にどう伝えていくかとか、なんかそこにちょっと限界があるような気もするし、なんていうんだろう、多分市民運動ってそれがメインじゃないじゃん。なんかその自分たちの団体を維持していくためにどうしていくかっていう話し合いがメインになってるっていうことが日本の団体だと多いような気がするのね、自分は。自分も感じる。だからなんかそこに日本のそのまあオールドスタイルな運動体の限界を感じてるの。なんかもっと応援してよって思う。その新しい運動の形ができた時になんか応援してくれるんじゃなくて自分たちの団体に取り込もうとする、なんか継承するためにみたいな、なんかそこの葛藤があるの。なんか片や日本のさすごいなんか10人とか15人とかしか集まんないそのスタンディングなだけでもさ、一人一人との対話ができたりさ、なんかそういうことの繊細さの実現みたいなのはその特に日本の個人的なユースがこう立ち上げた運動体ではよく見られるの。なんかその繊細さというかケアとか、なんかそういうのも大切にしたいなと思う。それさ、一個気になるのはさ、なんか韓国のさ、その市民運動の文脈においてさ、民主主義のあり方っていうのがさ、なんかどう認識されてるのかがすごい気になって、なんかそれこそあれだけ大統領のさ弾劾でさ、あれだけの人数集められるっていうのはさ、結構あれ見た時自分は民主主義のパワーだと思ったの。でもさ、なんかそれこそそのどの団体がどれだけ動員できるかとかのさ民主主義になると、やっぱり相対的に個人の社会参加みたいなニュアンスってさやっぱり薄れるじゃん。
そこがなんかどのくらいのバランスでその2つが両立されてるのかというか、なんかその韓国の市民も市民運動で声を上げるってなった時の手段としては個人で声を上げるっていうのと団体に属して団体の一員として声を上げる、なんかどっちのイメージの方が鮮明なのかなとかはすごい気になる。なんかそれによってなんかその良し悪しも出てくるのかなと思って、ね聞いてみたいんですよ。韓国でさ個人でやってる人にさ、なんで団体に入るってやらなくて、どう違うのかみたいな、その後ろで歩いてる人たちにさ、確かに自分はなんでそこで今一人でなんて大きく言えばさ、まあ、なんなら今日いた全員が気候変動に対してアクションを起こそうと思って今日来てるけど、そこじゃなくて、いや私はこれを掲げて歩きたいって思ってるわけじゃん。そういう一体感が羨ましい気持ちもあるけれどむずいよねこれ。そうなのでもなんかさ、逆にさ、周りがそうやってやってくれて役割与えられるから運動に参加できるっていう人もいるじゃん。そうなの。だからそこのバランスがさ、なんかどういう意思決定がさ、なされてるのかと議事録みたい。ね、やっぱ大きくなったりさ、組織化されればされるほど権威主義的なさ、構造になりやすいじゃん。いやめっちゃケアしてる場合もあると思うけど、なりやすいし、もしあの規模のやつしかアクションの選択肢がなかったら、めっちゃしんどい気がする。そうなのそうなの。なんか小規模で自由にやれるやつもあるけど、年一のこれだけはみんなで集まるから、まあ脚立の上でもまあいっか今日お祝いだしみたいな感じだったらまだあれだけど、毎回あの感じだったらなんか自由なさそう。でもなんかなぜかその韓国の運動が魅力的に自分には映るのは、なんかそこが分かる早かったかも。のは違った。のははいとか言って。で終わるかと思ったから。じゃあ言ってなみたいな。やだ。早かった。その権威がある組織化の仕方なはずじゃん。そのあれだけ動員ができるっていうのは。でも全員があれだけ笑ってて、あれだけの人たちが集まってて、で若者しか集まってないっていうのが結構謎なのよ。でもなんかそこの仕掛けって絶対何かあるは、何かあってほしいと思ってて、なんかそれをちょっと探りたい。やっぱなんか組織的な時に組織的だから持てる大きい力と、個だから持てるなんか変化のなんか力みたいなのを把握した上で、あの場であの規模でやるのが大事だからあれが成り立ってたらいいよね。めっちゃベストだと思う。そうじゃないけど、とりあえずいっぱい集めなきゃでやってたら多分嫌な気持ちで集まってる人も多くなるけど、なんか効果的にちゃんと理解した上で使い分けてたら、なんかニッコニコでみんな来るもありえるのかもなとは思う。確かに。もうこんな質問みたいなのが愚問なのかな。なんか前提が違う。個人のその自由が奪われてるんじゃないかっていう質問自体はすごい大事ななんか視点っていうか、もうさ、そんなのあるに決まってるのかな。韓国の文脈の中ででしょ。何をおっしゃってるんですかみたいな。そんなの自由に決まってるでしょみたいな感じなのかな。どうなんだろうね。なんか日本であれだけ大きな運動をしようっていうふうに考えると、すごいなんだろう、数を集めなきゃいけないとか大きいことをしないといけないとか、そういうものを作ろうと考えるとやっぱすごくさっき言ってたみたいな権威主義的になったりとか、まあなんだろうそれでそうなる気がするんだけど、これは私の想像なんだけど、そのもちろん大きなデモを年一で開催したいっていうことはあるかもしれないけど、それよりまず気候正義っていうなんか概念についてすごくたくさん話し合ったりとか、どういう問題がどういうふうになんかこう絡み合っていて、なんか影響し合っているのかとか、どういう人たちがなんか国内で影響を受けているのかとか、で気候正義っていうのをいろんな団体でこう言語化していくみたいな作業を、まあなんか多分1年ぐらいやるんだと思うんだよね。
でなんかそれをしていく過程で共感を生んだ結果人が集まってるっていうわかる。ことも多分あると思う。うん。だからなんか数が先じゃないっていうことまあ実際どうかわからないけど、私はなんかすごいアクションするときにはそれが大事だなって思ってるところはある。でも最近さ、ユースのそのアクティビストたちの動きとしてはケアの文脈を大切にしてるじゃん。だからさ、なんか大きい運動だけじゃなくてもどっかなんかレンタルルームとか借りてさ、みんなで喋る会とかさ、映画を見る会とかさ、そういう動きもうちらでしてるじゃん。だからその韓国の運動をさ、日本のユースの子たちとかさ、すごいって言って見るじゃん、 SNS とかで。自分もそういうふうに思うし、だけど今みんながやってることを大切にすることもすごい価値があるって思うというか、なんかどっちかっていうと韓国の運動を何度もって3回だけど触れてきたけど自分は日本のユースのみんなが今作り上げてるその小さなコミュニティの中でどれだけこう繊細なコミュニケーションを取れるかみたいなのを地道にやっていくことの方がパワーのことにパワーを感じる。そう考えると今のさ日本の社会がさ、自分の中の認識では、なんか結構なんて言うんだろう、なんかこのまま徐々に積み重ねていけばゴールとしては韓国でやる市民運動が待ち受けてるみたいなイメージだったの。でもそう必ずしもそうではないのかなと思ってて、なんかそこがなんかでもなんかその社会構造的にさ、なんか変化を起こすってなると数が必要だったりとかさ、インパクトが必要だったりとかさ、人を集めないといけないから楽しさも必要とか、なんかそういう必要とされる要素としてはさ、そこまで変わることはないけど、その範囲の中でどこを目指すかは結構余白があるというかさ、選択の余地があるのかなってちょっと思って、なんかその思考から出していきたいと思って、まずは。なんか結構頑張ってきたから、そのもうちょっとであんぐらいの規模のなんか作り方をなんとなく学んできたけど、権威主義的なまんまやってきちゃったから、みんな内面どんどん削られちゃって、今一旦そこの修復作業でちっちゃいのをでケアみたいなのをなんかやって、どうすればケアしながらやっていけるかみたいなのをなんかゆっくりちょっとずつなんか小さな規模で学んでってるから、なんかそこがなんかある程度修復されて、じゃあいざなんか大きい運動を起こす必要があるっていうタイミングになった時に、なんか一気にもうちょっと大きい力になんかできるような気もするし、一方ででもそういう積み上げてる時間の間に気候変動とか社会気候変動待って全然わかんない。何？もう分かっちゃった。緊急度が高いから、気候変動がどんどん進んでしまうし、1.5度を超えてしまうし、あと一方はね、そういうふうに社会が刻一刻と変化していく中で、なんかそこのスピードに合わせてね、自分たちが変わっていかないといけないっていうのもちょっと違うかなとも思いつつも、なんかそこをどういうふうに折り合いなのかな、なんかつけるというか、なんかどういうふうに考えたらいいんだろうなってすごい思う。今も私はその地域の中でいろいろね、再エネの取り組みとかねやってる中でも、スピード感とかのこととかもなんかちょっとすごい気になるなと思ってたところもあったから、なんかどういうふうにみんながそのあたりバランス取ってるのが結構精神的にきついじゃん。なんかすごいそっちが大事って分かるし、時間かけるのが大事って分かってるけれども、でももちろんその気候変動のこと知ってるから、どれだけ急がないといけないのかとか、どれだけ危機迫ってるのかとかも分かってる、社会的な状況も含め、結構折り合いつけるのも難しくない？難しいよね。どうなんだろう。でも私の楽観的な自分を慰めるやつは、今多分トップスピードで頑張ってて、もうちょっとでバテそうな人がいるから、その人に今は頑張ってもらって、今貯めとくから倒れた時うちがやるよみたいな
を多分何百万人の規模でやってると思う。なんか結局なんかそこで埋められるのってその能力的なところっていうよりかはなんかどれだけ多様性が確保されてるかみたいなところだと思ってて、なんかそういう新しいカルチャーってどんどん生まれていくし流行がどんどん出てくる中でそれを一人で追うって無理じゃん。でもなんかいろんな人がいたらさ、その一個の変化でもさいろんな方向から見れて、多分それに対する議論の時間とかさ準備の時間とかさアイデア考える時間もだいぶ縮小できる気がしてて、なんかそうなるともっともっとなんかなんかカバーできる範囲って広がっていくのかなと思いつつ、しかもなんか一個の団体というよりかは団体もたくさんできてそれぞれで役割認識できてたらちょっと今それこそしんどいんでいっぱいしたのでこっちやってもらえませんかみたいなことができると、なんかそういうなんかネットの勢いというか、そのどんどん新しくできてくるそのフラッシュ的なカルチャーに対して対応できるのかなと思って、なんかそんぐらいしかもう方法がないというか、でも今でさえなんか気候変動対応もなんか後でになってきてるというか、なんかどこまで使ったらいいと思う？ちょっとさ、笑いより涙。やばいよね。